この右の写真がバッドフロアですけども、イギリスグランプリを終わった時点で取り外されてしまいました。それがこの左の写真ですね。これ私がホンダの青山で自分で撮ってきた MP45B の写真なんですけど、これはバッドフロアはついてなくて、ただ単に床下に縦型のスリットが入ってるって言えばいいんですかね。もう何の特徴もないフロアに戻ってます。ダウンフォースが強くなるということで、せっかくつけたバッドフロアですけど、外されてしまいました。その理由は、車の車高の変化によってダウンフォースの変化が激しくて乗りづらいということだったみたいですけど、なぜかこのエアロパーツ自体が悪者にされて、設計したマイク・ガスコインさんも外されてしまいました。本当にこのエアロパーツがダメなものだったんでしょうか。探っていきたいと思います。まずこのバッドフロアがついてた開幕当初の車はドライバーたちはどういう風に感じてたのかっていうのを紹介したいと思います。MP45B は完成が遅れて開幕前はほんのちょっとしか走らせることができませんでした。で、開幕直前のエストリルテストでようやくほんの少しだけで走れたわけなんですけど、MP45B はセッティングが難しいという問題が判明。フェラーリよりも1秒遅いタイムだった。車をやっと走らせられたと思ったら、何やらセッティングが難しいと、扱いにくいってことだったんでしょうかね。1週間前に走ってたフェラーリの車よりも1秒遅いタイムだったそうです。単純に考えると、フェラーリの方がいい車で、マクラーレンの新車は良くないのかなって思うんですけど、ただこのタイムについてはベルガーはこう言ってます。フェラーリは全く変わっていない。ホンダの場合、テストの最大の目的はエンジンをリストに従ってチェックすることだが、フェラーリの場合、テストの最大の目的はベストタイムを出すことなんだ。あれは多分永久に変わらないな。ベルガーが言うには、フェラーリのテスト走行っていうのはテストメニューをこなすことが目的なんじゃなくって、そのテスト走行中にベストタイムを出すことが目的になっちゃってると。多分永久に変わらない。それがフェラーリの体質というか、そういうことなんでしょう。ということは、先ほどマクラーレンの方が1秒遅かったって話をしましたけど、それ自体は意味はなくて、例えばマクラーレンはガソリン満タンで走って1秒遅いのかもしれないし、フェラーリのベストタイムはガソリン全然入れないで出したタイムかもしれないし、意味はないっていうことですね。なんですけど、セナは開幕前はこう言ってます。エストリルではハンドリングに難があった。公道サーキットで行われる開幕戦に未知のマシンで挑まなければならないというのはかなりきついな。セナの印象としてはやっぱり良くなかったんですね。ハンドリングに難があったと。なのでセナとしては開幕戦どうかなって若干不安を抱えていたということがわかります。で、実際の開幕戦アメリカグランプリなんですけど、予選1日目が終了してみると、問題は跡形もなく消えていたというベルガー。マシンはとても扱いやすくなっていた。セッティングの微妙な変化にもドライビングにも迅速に、そして的確に反応した。車に対してすごい好印象を持ってますよね。エストリルはほんのちょっと走っただけなので、その後チームが車の調整をしてアメリカグランプリに持ってきたら、ちゃんと問題は解決してたっていうことなんでしょうね。ファクトリーで施された変更によってハンドリングはずっと良くなっていた。走り出してすぐにセナは手応えをつかんだ。エンジントラブルもあり、予選1日目5番手のセナ。マシンのセットアップは正しくもなく間違ってもいない。明日の予選でセットアップを良くしなければ。一応セナの方もマシンが良くなったという手応えは感じてたんですね。で、セットアップは正しくもない、間違ってもないって言ってますね。すごい良くはないけど、普通ってことでしょう。で、明日、これ要するに予選2日目ですよね。に、さらにセットアップを良くしないと言ってます。なので、この開幕戦の予選の時点では、ベルガーもセナも、車がすごい変だとか、そういうことは言ってないですよね。で、気になるバッドフロアについては全然触れてないですよね。ここはアメリカの市街地コースなので、アップダウンもほぼないので、バッドフロアの弱点とかも出なかったんでしょう。何しろ開幕の時点では特に車の状態に問題があるとか特にエアロが変っていうことはなかったようですね。なんですけど最初に紹介した通りバッドフロアはシーズン中盤で外されてしまいます。この後のグランプリはどんどん高速コースが増えていきますからそこで弱点がどんどん見えてきたっていうことなんでしょうけどもなんですけど一旦バッドフロアのことはちょっと置いといてこの90年の F1 グランプリっていうのが
どういう状態だったのか、90年の F1 のマシンっていうのはどういうものだったのかっていうのをちょっとマンセルがこんな風に言ってます。今年の G は去年より 20% ぐらい強い。コーナーリングで受ける横 G はほとんど肉体の限界レベルに達している。その強さはスカート全盛時代に匹敵するはずだ。それはスピードアップの結果というより、むしろグリップ向上の結果なんだ。強靭な肉体で知られているマンセルが、横 G はほとんど肉体の限界レベルって言ってますね。まあ確かに88年から89年にかけてターボが廃止にされて、この89年から90年も実際はレギュレーションでウイングとかは小さくされてるんだけど、結局この時の F1 のマシンって毎年毎年ラップタイム上がってますよね。っていうことはコーナーリングスピードはどんどん上がっちゃってるってことですよね。で、マンセルが言うにはグリップ向上の結果そうなってるって言ってますね。まあタイヤの進化もそうだし、車全体の空力の進化、それによってどんどん速くなっちゃって横 G がもう我慢の限界に到達してると言ってます。で、言うまでもなくトップチームのマクラーレンとフェラーリの車は2台とも他のチームよりダントツで速いわけですから、当然この両チームのドライバーたちはさらに強烈な横 G を体に浴びてるわけですね。90年時点でトップチームのフェラーリとマクラーレンの車っていうのはこういう状態で走ってるんだっていうことをちょっと理解してください。で、その強烈なタイヤのグリップを生み出すグッドイヤーを履いているとはいえ、なんでそんなに車が速くなるのか、タイヤのグリップが良くなるのかっていうのを、その理由がわかる一つとして紹介したいのが、これちょっと1年前に戻っちゃって89年のロータス101なんですけども、フランク・ダーニーさんが車とタイヤについてこんなこと言ってます。結局シーズン終わりまであのタイヤに合ったセットアップを見つけることはできなかった。その後シルバーストーンで旧型タイヤでテストすると車は速さを取り戻した。グッドイヤーに旧型タイヤを供給してくれないかと頼んだところこう言われた。89年のロータスは大苦戦してましたから、89年時点の旧型タイヤってことは88年のタイヤってことですかね。それを試しに履いてみたと。そしたら車が速くなった。なのでグッドイヤーに旧型タイヤを供給してくれと言ってみたんだけど、ダメだ。すべてのチームに同じ1種類のタイヤを供給することで合意している。そしてそれはマクラーレンホンダで開発したタイヤとね。ホンダはどのエンジンよりもパワフルで重い。私たちはどうしてもリアタイヤに熱を入れられず、まともに機能させられなかった。グッドイヤーはロータスに旧型タイヤを出してくれない。同じタイヤを全てのチームに供給すると。そういう約束だと。そのタイヤはマクラーレンホンダで開発したものだと言われたと。これは正確に言うとマクラーレンホンダとフェラーリ主導で開発したタイヤっていうことらしいんですけど、でダーニーさんが言ってるようにホンダはどのエンジンよりも重くてパワフルだと。それを基準に開発したタイヤであれば当然ロータスのジャット V8 だったら車は軽いしパワーは足りないのでリアタイヤに熱を入れられないってことですよね。なのでまともに機能させられない。まあこのインタビュー内容自体はフランク・ダーニーさんがこんな苦労したっていう内容なんですけども、ここでもわかるのが何しろこの当時グッドイヤーのタイヤっていうのはマクラーレンホンダとフェラーリに照準を合わせたタイヤ、重くてハイパワーなエンジンを積んでる2台が性能を発揮できるタイヤだったわけですね。なのでもともと車そのものが速いこの2チームなんですけど、タイヤをこの車たちに合わせてるわけなので、さらにタイヤ性能も車の速さを助けてくれると。そういうこともあってさっき紹介したマンセルが横 G が体の限界に到達しているっていうほどのコーナーリングスピードになってるわけですよね。説明が長くなってしまいましたけども、何しろこの結果として1990年の MP45B も車にぴったり合ったタイヤがグッドイヤーから供給されていて、強烈なコーナーリングスピードを発揮しているということを理解してください。で、はい、やっと MP45B の話に戻ります。途中で外されて
てしまうバッドフロアについて、ニール・オートレイさんがこう言ってます。これは効率が高い反面、車高やピッチングなどに対して車がややセンシティブになる傾向があった。そして私たちはまだエアロマップの作り方について何も知らなかった。バッドフロアは空力の効率がいいんだけど、やっぱり車高の変化、ピッチングの変化に対して神経質だったと。この当時まだ簡単に言うと、車の姿勢変化に対して空力がどう変化するかとか、そういう分析データの取り方が分かってなかった。そういうことが理解してなかったってことですよね。特性がものすごくピーキーで、良い時は問題ないのだが、ちょっとしたことですぐバランスが崩れてしまった。その理由の一部はおそらくフロントサスペンションの能力不足にあって、車の挙動あるいは車高をうまくコントロールできていなかったのだと思う。ダウンフォースが強くていい時はいいんだけど、この MP45B はもうフロントサスペンションのキャパシティを超えていたってことなんでしょうね。なので、車の姿勢をうまく保てられなかったんだろうってことをオートレイさんは言ってるんだと思います。その結果として空力が不安定になるので、特にバッドフロアは神経質なダウンフォースの変化を起こしてしまったっていうことだと思います。そのバッドフロアですけども、イギリスグランプリの後に取り外されちゃいます。イギリスグランプリ後に手直ししたディフューザーとは、89年シーズン終了時点でのフロアをベースにごくわずかな変更を加えていた。その意味ではハンガリー GP 以降の仕様は新旧の車を融合させたものと言える。はい。この写真も私がホンダの青山に撮ってきたやつです。これがそのシーズン後半のディフューザーのようですね。見ての通り何の特徴もないディフューザーになってますよね。なのでこれはこのシーズン後半のディフューザーは進化したんじゃなくて、バッドフロアをただ取っただけなので、リアのダウンフォースが弱まって、そのダウンフォースの極端な変化がなくなっただけということですよね。だからダウンフォースの最高値はおそらく下がったんだと思いますね。だけど極端な変化を起こさないから、結果としてドライバーは乗りやすいし、安定して走れるっていうことですよね。単なる空力性能で言ったら、レベルダウンしたっていうことだと思います。で、そのバッドディフューザー、バッドフロアだけではないんでしょうけども、シーズン後半に改良されていった、空力、車体に関して、スペイングランプリにおいてセナはこう言ってます。シャーシの基本的なトラブルが完全に解決されたとは思わない。今年チームはテストにテストを重ねた。僕がマクラーレンに入って以来、テストの数が最も多かったと言ってますね。って言ってるってことはまあ、シャーシは微妙なんでしょうね。空力の問題が別に解決したわけでもないし、シャーシが劇的に良くなったわけじゃない。だけど、シャーシがむちゃくちゃ悪いわけじゃないから、って言ってんのかなって気がします。の元の英語が何なのかちょっとわかんないですけどね。で、何しろ今年はテストをいっぱいやったと。こんなにやったことはないっていう、そんなこと言ってますね。まあこんな感じで最後まで空力とシャーシの改善にマクラーレンは苦労をしていくわけですけども、バットマンディフューザー、バットフロアだけの話をすると、別にあれ自体は失敗ではなかった。もちろんこれまでもコメントくれた方いましたけど、そもそも空力っていうのはニューウェイさんが作るマシンみたいにフロントからさらに真ん中の車体の抜け具合を考えて、で後ろのディフューザーでどんな効果が出るっていう、前から後ろに流れる全てを考えてエアロパーツをそれぞれデザインしないといけないんだけど、この MP45B のバットフロアはただ単に後ろにくっつけただけなんで、車体全体が素晴らしいエアロデザインをされているというわけじゃないですよね。なんですけど、これも前も言った通り、この時点でニューウェイさん自身もちゃんと1年通して機能するエアロマシンっていうのは作っていないわけなので、マクラーレンとしてはこの MP45B も十分私は上出来なエアロマシンだと思います。ただ車高の変化によってリアのダウンフォースが極端に変わっちゃうので、これは問題だっていうことで外されちゃったっていうのと、なぜかガスコインさんはクビにされちゃったと。で、今振り返ってみると、オートレイさんが思うにはサスペンション、特にフロントサスペンションが車の動きをちゃんと制御できてない、車の動きを受け止められてなかったんだろうって。だから激しいピッチングが起きて空力も不安定になったんだろうってことを言ってます。で、そこまでサスペンションに対する要求が強くなってしまったのは、この当時、この数年でラップタイムがどんどん上がってきて、コーナーリングスピードが恐ろしく上がってしまったので、いつの間にかというと変な言い方ですけども、サスペンションにも
求められるキャパシティというのもどんどん上がってしまって、それが追いついてなかったっていうことも言えると思います。でもそれはマクラーレンの何が悪いっていうんじゃなくて、この時のマクラーレンとフェラーリはダントツで速かった2台なので、どんどん進化していって、そうやってバランスが取れない部分が出てくるのはしょうがないというか、致し方なかったんだと思いますね。なので、バッドフロアは、報われなかったというか、なぜか悪者にされてしまったかわいそうなエアロパーツということだと思います。このパーツがもっと空力の分析が進んだ数年後とかだったら、もうちょっとうまく使ってもらえたのかなと思います。はい。バッドフロアについては、こんな感じです。なので、今回の動画はここまでになります。はい。前回の動画はたくさんの方見てくれてありがとうございます。とにかく継続して頑張ります。チャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。いいねをいつも本当に皆さんたくさん押してくれてありがとうございます。皆さんがいいねを押してくれたり、コメントをしてくれることによって、動画の評価、このチャンネルの評価が上がって、いろんな方に見てもらえるようになりますので、今回も高評価とコメントをよろしくお願いします。はい、また頑張ります。